First, I want to take your photo. Hello, Japan. 最初に皆さんの写真をちょっと撮らせてください。こんにちは、日本記念写真出ております。Well, I should bow. I keep forgetting. いつもお辞儀をすることを忘れてしまいます。Well, congratulations on your work with the cranes in this area. まず今いろいろな方がお話したことを含めてですね、この地域でタンチョウの復活といいますか、復元をいろいろな形で努力されている皆様に、祝福おめでとうを言いたいと思います。Something we do for the whooping cranes that's very, very helpful is every May we make an air survey over Wood Buffalo Park to find out how many pairs are breeding. ウーピングクレーン、アメリカ白鶴の経験、例から申し上げますと、参考になるかもしれませんが、カナダの北のウッドバファロー国立公園で、毎年5月になりますと、空からこの調査、どのぐらいのアメリカ白鶴がどこにどういうふうに分散して生活しているかというようなことを見る、そういう調査を行います。And in mid-August, we repeat the same survey to determine how many pairs have successfully raised a chick. Usually the chicks are very big then. そして、これがペアがですね、どういうふうにネスティングといいますか、巣作りなど子育てを行っているかという、最初の段階をですね、分散を見ます。そして今度は8月の半ばになりますと、もう一度空からそれを見てまいります。そして、どのペアがですね、何匹のヒナを介して、成功させて育てているかという家族であるいは親子で、生活している状況をもう一回見るわけです。あるいは写真に撮るわけです。We want to do this because we are very concerned about the possible effect of climate change on the cranes. で、こういうことをやる理由はもちろんいくつかありますが、その一つ、理由の一つはですね、そのカナダの北の方で本来寒いところですが、気候変動、地球温暖化、気候変動がですね、どういう影響をもしかしたら与えているのかどうか、それをも調べたいという意図が一つあります。In many cold areas of the world where cranes breed, they are nesting on top of permafrost. で、世界の多くの場所、特に北の方の場所ではですね、ツガなんかが巣を作るときに、その湿地なんかが水たまりがあるという場合には、その辺帯はいわゆる永久凍土、つまりツンドラ地帯という場所が多いわけです。そのツンドラの永久凍土の上に水が溜まって湿地になっていると。そこへまた鳥やなんかが巣作りをする、繁殖するというような場合が結構多いわけです。And when this melts, the wetland disappears. It just goes down. しかし、地球温暖化によって温度が上がって、その永久凍土が溶ける。ツンドラがなくなってしまう。そうなりますと、支えていた氷の土台がなくなりますから、上に溜まってた湿地の水がです、全部下へ吸われて消えてしまう。ドライになってしまうということが起こり得ます。We also do air surveys for the whooping cranes on the wintering grounds to determine how many birds and where they are, where their territories are. で、もちろんその他にも越冬地で、
どこまでが、どの範囲が越冬地として彼ら使われているか、そしてそれがどこにどのぐらいの密度で、分散して、生きているかという、生存しているかというようなことも確認するために、空から調べるわけです。Because every year, the water level of the ocean, of the sea, the Gulf of Mexico, is higher and higher and higher. And this makes it impossible for the cranes to feed if the water is too deep. で、今度は越冬地のためというと、今度は暖かいところへ移るわけですから、そうすると、例えばテキサスの沿岸ですとメキシコ湾ですね。そのメキシコ湾の暖かいところは、地球温暖化とともに海水温がじりじりと上がっております。で、上がっていると同時にその膨張した海水がですね、上昇して、そして沿岸部の0メーター地帯というか、そこへ広がっている湿地がずっと広大に海岸から広がっている、それがどんどん海水の中に水没していくということが、そして海が内陸部にどんどん広がっていくという現象がすでに起こりつつあるわけです。So, here in Hokkaido, you are reducing the feeding by 50%. で、北海道ではすでに聞きましたように、タンチョウの餌付け使い餌をまくのを 50% ぐらい半分に減らすということがすでに行われているわけですが、And we don't know what effect this will have on the cranes. で、その結果、半分にまで餌を減らしたことが、その今までいた鳥の個体数に対してどういう影響を実際に与えるか、どういうことが引き起こされるかということはまだ分かってないわけですね。これからどうなるかということを。And we know that the sea level around Hokkaido is likely increasing just like it is in America. で、一つの要素として、地球温暖化は確実に進んでますから、特に海水温が上がってる、海流の流れが変わるとか、そういろいろすでに起こってて、海面も実測値で着実に上昇しています。そうすると沿岸部がどんどんその水の中へ、水没するというか、そのどんどん水位が上がるにつれていろんな変化が起こってくるわけです。And many of your cranes are breeding in brackish water areas. で、鶴というのはその多くの場合ですね、その湿地で生活しますが、その場合にさらにですね、いわゆる汽水地域、海水、塩水と淡水が混じるような海に近い地域の湿地にで、生活するということはあるわけです。So, my recommendation is, if possible, you do air surveys in the spring to find out where your cranes are breeding, in the summer to see how successful they are, and in the winter to find out where do they go, because when they leave the feeding stations, it's difficult to find some of them. ですから、私の皆さんへの、推薦といいますか、レコメンデーションとしてはですね、皆さんもカナダなどでやってるように、春にその飛行機飛ばして、あるいはドローン飛ばしてですね、そのどこで、まずその鳥たちがですね、巣作りなりをしているかというような分散のその分布のですね、状況をまず春に一番にして、それからまた夏に、どのぐらいその繁殖が成功して、ヒナが何羽変えたとか、あるいは成長してるとか、そういう夏の成功の様子をまた調べて、それからさらにそれが終わって冬には越冬地に向かった時にどこを越冬地として使ってるのか、前の通りなのか、それとも新しくいい場所を見つけて移動しているのか、そういう冬の越冬地の調査もですね、年にだから3回ぐらい空から全体像を調べるということをお勧めします。
Another concern of mine is apparently many of the small farmers are leaving the land. They can't make a living, and you're getting more of this industrialized agriculture with huge numbers of cows and big barns, and it's a whole different culture. もう一つの心配事はですね、日本に限りませんけれども、人口が一方で減少して、いわゆる伝統的な農家といいますか、比較的小農中農のレベルの人たちが後継ぎがないとか高齢で、死ぬというような形で放棄されたりやめるというようなことが起こると、同時にそれに代わってですね、同時進行的にですね、大規模化、大農業化とか、それから工業化、もっと近代的な、トラクターやったり、その他のことをして、いわゆるもっと工業化された、大規模化された農業に置き換わっていくというと、その環境が変わってくるわけですね、周りの。そして今まであった比較的自然に優しいというか、動物に優しいっていうのとから全くその違う文化の環境にガラッと変わる可能性があるんではないかと、その心配があります。So, there's always more work to do. ということで、我々常に新しい挑戦課題に対面しなきゃいけないということ、これは避けられませんが。But I feel that by understanding the cranes with wonderful data up here in Hokkaido, you can really understand some of the social, environmental changes that are happening and social changes that are happening. The cranes are sort of a barometer. ですから、長年こういう問題に取り組んできて、いわゆるその人間のサイドもどんどん環境とかなんとか変わる、経済的にもそれから文化的にもいろんなものが結構どんどん変わっていくと。それでそれに対してその環境の変化とか条件の変化に応じて、野生生物も適応するとかあるいは悪影響を受けて変わっていかざるを得ない。そうするとその全体的な変化は、例えばタンチョウの場合、北海道でのタンチョウというのは一つのいわば変化の指標というか、それをよく受け止めるか悪く受け止めるかは別として、その変化をまともに受けて、それを体現している一つのいい指標になるんではないかと思います。One of them is too many tourists may be cause disturbance, and some other countries may be. Too many tourists might cause disturbances to wildlife habitats. What kind of measures and solutions in other countries have been taken? Can you translate? Or have we finished? それではですね、会場より先ほど質問をいただいておりました。こちらの質問につきまして、アーチボルト博士より回答をいただきたいと思っております。なお、お時間の関係で全ての回答にはお答えできないことがございますが、その旨ご了承いただければと思います。それでは一つ目の質問についてお答えいただきたいと思います。まず日本語でお伝えさせていただきます。ドクター・アーチボルトはもうコメントはそういう形でまとめて終わったそうです。ご満足いただけたかどうか分かりませんが、それで、じゃあ質問はというふうに聞かれましたので、中から選んだのが2つあります。多くの観光客が訪れることで生息地のディスターバンスが、撹乱とかその害とかそういう問題が起こる可能性がありますけれども、他の国、世界ではどのような対策を取っているのかどうか、そういう例があったら、あるいは対策などを教えてくださいという質問です。I showed you the photograph of the blind
on the Korean demilitarized zone where the photographers could photograph the birds on the river below. 先ほどプレゼンテーションの中で韓国の例で、いわゆるブラインド、鳥の側から見えないで人間がそっと近づける、そういう設備を作っているということをお話ししましたが。So if there is a place where the cranes always come in the winter, or even in the summer for younger birds, if you can build a good hide, people can watch them and photograph them and they're not disturbed. ですから日本でもそういう冬でも鳥が集まっているところに、観光客がいて写真を撮って、見たいという時にそういうブラインドとかその隠れ小屋みたいなところで、そっとその中から見えないように鳥にで人間がそういう別の道からこの小屋なり隠れのテントなりの中へ入っていってそして、写真を撮るなり双眼鏡で見るという気づかれないようにやるという体制をとっていれば、かなり近づいてもそしてまたかなり多くの人が、代わりバンクに入るということになればあまりその問題は起こらないと思います。But when they are breeding, nobody should go. しかし、それからまた幼鳥なんかがですね、こう育ち始めたときにまたみんな見に行くということもあります。同じようにその気づかれないように、人間があまりか乱しない量を追い出さないというような格好を取るというのは重要ですけれども、いずれにしても、そのwhen actually breeding, When they're sitting on their eggs. yes, 実際にそうしてて卵の上にこう座ってる卵を抱えてるその時は誰もいかなかる形でもですね近づくべきじゃありません。ですからそれは完全に遮断して人を入れないようにするという方法を取るべきです。What's the second question? 2番目の質問は、これはタンチョウを保護することが他の動植物の保護につながるといったメリットを生み出す実例があれば教えてください。Please tell us example of protection of tancho help and promote other wildlife in the same area. This happens everywhere in the world that we work. 世界中で私なんかが訪れている世界中の国あるいはそこの場所でですね起こっていることであります。Local people can see the cranes and can understand who they are and what they need. で、地元の人たちは鶴がいると、そしてそれを守ろうという機運が高まればですね、タンチョウに何が必要かと、そのハビタットにしても餌にしてもその何が必要かということを学べば、それに対する対策というのを当然取るようになります。And in this habitat there are hundreds of other species of animals and plants that people don't know about, but that are also important. で、そのタンチョウを守ると、そのために結構広い湿地がハビタットがいると、それを全体として守るということが実行されれば、実はタンチョウだけを守ってるつもりでも、その広い、その土地の中にですね、その他の植物、動物がいろんなものが実際には住んでるはずです。So, in reality, the cranes are ambassadors for their whole ecosystem. ですから言い換えれば鶴というのはその他いろんな動植物を一緒に守るための一種の大使というかアンバサダーといいますか、あるいはそのエコシステム生態系の一つの柱といいますか、そういう形でいろんなものを巻き込んで一緒に守っていると同じ結果になります。Thank you. どうもありがとうございました。ありがとうございました。
going to pan. Okay. The room is too big for one frame. おそらく動画で今撮影されております。ありがとうございました。